皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら。麦の海に沈む果実。オンダリーグです。ちょっとご紹介します。主人公リセ、高校生。ある全寮制の高校、多分これ北海道なんですけども、北海道の全寮制の高校に、転入してきます。入学ではなくて、途中で入ってきます。転入ということはもうすでに何人か生徒が、当然ガーッといて、でそこに後からポンと混ざるというような状態です。でこの学校、伝説があって、3月以外の転入生はこの学校に破滅をもたらすという伝説があって、このリセは2月の末に入っています。つまり伝説でいう学校に破滅をもたらす、学園に破滅をもたらす生徒に当たるわけなんですよ。ですから中に入ってる、すでに入ってる生徒は、あいつあれじゃんっていうような目で見られますから、警戒されます。でここの校長なんですけれども、すごく人気があるんですよ。でそのいわゆる親衛隊っていうのがいるぐらい、びっちり慕ってるメンバーもいるぐらいなんです。でこの校長がですね、このリセのことを割と気に入ってくれて、配慮もあってなんですけども、たびたび校長室に呼んで、相談乗ったり話聞いたりとか、してくれるんですけども、そうすると、親衛隊の、主に女子なんですけども、面白くないわけですよ。私たちの校長に取り入ってみたいな。リセどうも可愛いんですよ。で、いわゆるイケメン、寮の中の、これ驚愕です。でイケメンもいて、イケメンが割とこう好意を何人か寄せてくれるので、それも気に入らん、そういう子いますで意地悪してくる。理性自身はすごい気が弱くて、おどおどしてもビクビクして、もう弱虫なんですよ。でもう困っちゃって大変なんです。でこの校長がなんだろうな、これね、ミステリーなんですよ。こういう学校はやばいだろうっていう感じなんですけど、校長室あるでしょ。でそこに何人か時々お茶会と称して生徒を呼ぶんですけど、そこでお茶飲んで、あのいろんな話をするの。そこまではいいわ。高齢会みたいな感じで、亡き人の霊を呼びましょうみたいな。さすがオカルトそんな校長いるかと思うんですけど、そういう校長です。ですから当然、あの校長はおかしいって言って、警戒心を持つまともな生徒ももちろんおります。で、この中でですね、いわゆる寮の中で生徒の出入りが激しいんですよ。他の学校にまた移っていく、あるいは入ってくるっていうのが、いわゆる一般的な高校よりは頻度が高い。である時急にいなくなったのがいたんです。でこの寮っていうのはファミリーって言って何人かでグループで行動するようなシステムになってるんですけど、そのファミリーのメンバーで、この理性のファミリーですけど、あいつは殺されたんじゃないか、死んだんじゃないかっていうことがあります。でそれを突き止めようとするっていう行動に出ます。理性は臆病なんで、殺人事件とかってぐいぐい前に出るタイプじゃないんですけど、ファミリーで行動しなくちゃいけないんで、もう後ろからついていくような感じなんですけど、これが後からとんでもないことがどんどんこう出てくるんですよ。独特の雰囲気の、なんだろうな、古いハリー・ポッターの映画って見たことあります？寮あるじゃないですか。でっかい荘厳な建物で石割るがいてみたいな、あんな感じ。ここでハリー・ポッター好きなら好きかも。
これで、まあ今回ね、この話のテーマなんですけども、いわゆる人格の発言。その人間の持ってる人格ということについて、追求してる本なんですよ。どうも見てると。で、昔例えば性善説とか性悪説とかあったじゃないですか。人はもともとどうなのかっていうと。で、この本に関して言うと、例えば人間には良い面も悪い面も多分もともと種として植え付けられたと。例えばよく考えるとか、考えないものをろくすっぽ考えないで資料浅く行動するとか、優しいとか冷たいとか、あるいは親切、意地悪、いろいろいますよ。種としては持ってる相反するもの。でも人間ってそういうとこあるじゃないですか。この人には親切だけども、この人には親切にしない、ちょっといじめるみたいなことっていうのはあるでしょ、おそらく。それは多分人間ってみんな使い分けてるんですよ。ところが、まあ、今回この話に関して言うと、一応全部ザーっていう人格の種は植えられてて、ただその人が育ったいわゆる環境とか接した人とか、どういうことを経験したかによってこのうちのどれかが表に出てくるということです。環境が人を作るということです。これね、つまりその人がどういう人生を歩んできたかが結局その人を作っていくということです。大人っていうのはもう人格っていうのはある程度できてますよ。人格が完成してます。普通はね、普通は。中には完成してないと思いますけど、普通は完成してます。で、もうこういう、この人はこういう人っていうのは確定してる。とか、子供っていうのは、これが人格が完成してない状態で大人が作った世界の中に放り込まれる、まあ、生まれて、そこの中で育てられてっていうことになりますから、この人が作った人格のその世界の中に合わせるしかないんですよ。合わせるしかないじゃないですか。これはいい親ならいいですよ。でもそうじゃなかったらそれはとても悲惨ですよ。すごく。ですからそのどうとでもなっていく子供って、それがすごく怖いことですよねということを言ってる本なんです。ミステリーですから、読んでて心がほっとするとか感動して涙が出たとかっていうのとはちょっと違う方です。ただ人間というものを見るときにその人の人格って見るじゃないですか。その人の性格はその人が育った環境あるいは接してきた人を表してるんです。あなたの周りにも冷たい人とか意地悪な人いるでしょ。でそういう人はかわいそうなんだよな。つまりとても達人心に響いた言葉、こちら479ページの10行目なんですけども、そこから何行かいくんですけども、大人が子供の人格を影響を与えてこしらえちゃう。でそれに対してすごいのになったとしますよ。でももうそれって後戻りできないんですよ。作っちゃったら。
周りの大人がこんなになっちゃったって思ってももう遅い。だから子育てってしっかりやんないといけないんですよ。ぼーっとしてないできっちり育てないと、子供っていうのは偉い方向に育っていくということを言うておる本です。そういう意味では特にこれ、もちろん若い人が読んでも面白いんですけども、大人が読んでも、子供って結局ちゃんと育ってなかったら結局親の責任じゃんっていうことがよくわかる本なの、これは。そういう意味ではちょっと大人世代も、あるいはそうだな、子供を育てるってる人とかはちょっと一回読んだ方がいいかもしれない。若い人ってこうなんだっていうことが改めてわかる。そういう意味では面白いです。ちょっと前の本なんですけども、でも割と読まれてるんですよね、今でもね。読まれてる本なのでぜひ読んでみてください。面白いです。麦の海に沈む果実、恩田陸。読書の達人でした。